レートオーシャンロー僕のオーストラリアでの自転車旅はここから始まった。初めは単純に海を横目に自転車で走れたら最高だなと思って行くことに決めた。なんだって初めはそんなもの、行ってみたい、やってみたいという好奇心から始まる。自転車という旅のスタイルを選んだのも好奇心から。べちょべちょだよ。自転車で旅をしたら一体どんな毎日が待ってるんだろう。どんなことを考え、何を感じるんだろう。そんなワクワクドキドキした気持ちに素直に従ってとりあえず始めてみた。グレートオーシャンロードはメルボルンの西にあるトーキーという町からさらに西のワナンブールという町まで全長約250キロの海岸沿いを走る道だ。僕はメルボルンの郊外からスタートしたので300キロ強を走ることになった。今日からね、グレートオーシャンロードに行くんですけど、今日はだいたいね、7、80キロ走って、ジーロンか、もしくはねターキーだっけ、ターコイってとこにね泊まりたいと思ってます。はい。何が必要で何がいらないのか分からず自転車はすごく重くなった。これが後にある事件を引き起こすことをこの時の僕はまだ知らない。こんにちは。僕の、オーストラリア自転車旅が始まったわけなんですけども、ちょっと走ってきたらもうねこんなとこだわ。全然周りに人がいないメルボルンから、ジーロンの方面に向かってね、ジーロンってところからそのターキーっていう場所があるんですよ。昨日までね揃えなきゃいけないものとかいろいろあったりして、自転車のねその装備のことばっか考えてて、旅のねプランっていうのを全然練れてなかったんで、今日の朝の時点でね全くどこに今日泊まるのかっていうのも、ね、決まってなかったんですけど、いろいろ調べてたらねウォームシャワーズっていうね自転車の一晩カウチサーフィンを、ね、見つけて、無料でね寝る場所をね提供してくれるっていうそういうねサイトがあって、それにちょっとね申し込んでみて、さっきねちょっと電話してみたら今日なのにねもう2つ返事でいいよって言ってくれて、そこに向かってるんですけど、もう信じられなくないびっくりだよね。そのホストの人たちもそういうなんかね経験があるからだと思うんだけど、見ず知らずのさ人がさ今日止めてくれないって言ってさ自転車でさやってきて、普通止めるっていうねいやもうそれだけで感動なんだけど、ようやくスタートしたって感じ。目的のね場所があるっていうだけでかなり、ね、元気が出てきました。はい、ジーロンってとこまで来ました。はい、今ねだいたい50キロ超えたぐらい、あとね30キロぐらいなんですけど、結構しんどいわ。ちょっと舐めてたわ。時速7キロとかやばない？すごい。ようやくトーキーまであとね3キロまで来た。ずっとこんな感じ。ウォームシャワーズのホストの家に着いたのは暗くなりかけの夜8時頃だった。
はい、ということでね、無事かなり時間かかってしまったんですけど、ウォームシャワーズのね、今日のね宿に到着しました。自転車旅という共通項だけでこんなにも良くしてくれるウォームシャワーズのホストへのなんでという驚きとしてもしきれない感謝の気持ちが入り乱れた1日目の終わりだった。おはようございます。2日目の朝もお粥を食べさせてくれたり、グレートオーシャンロードのルートやキャンプポイントなどのアドバイスをくれたりと、最後の最後まで助けてもらった。彼らのおかげで僕の初めてのウォームシャワーズの体験は忘れられないものとなった。めっちゃ人やった。感動した。なんだろう、あの無償の愛はね。OK、ターンレフトね。冬季を出発するとすぐにグレートオーシャンロード初めての海が見えた。めっちゃサーファーがいる。天気はそこまで良くなくてもテンションは上がる。サーフィンで有名なところに来ました。波がすごく高い。じゃん、こんなの見つけたので入ってしまいます。いちごとね、下はチョコレート。思ったよりでかくてびっくりしてる。すごいいい感じ。気持ちいい。超気持ちいい。Oh my god。最高だぜ。しんどすぎまして。重い荷物を積んでのアップダウンは自転車旅2日目の素人にはきつかった。前輪のねフェンダーがなんかタイヤとね擦れるようになったんでね、今ね直したんですけど、直したらね一気にね前に進む気力がなくなりました。結局この場所で晩ご飯を食べ2時間ほど休憩することになった。ミネストローネスープにじゃがいもとオーツを入れた。てかマジで荷物が多すぎてどっかでね本当に減らさないといけないわ。グレートオーシャンロードすらこの荷物でさ完走できるかどうか分かんなくなってきた。いただきます。この日はローンという町までは到達したかったので日は傾き始めていたけど出発。めっちゃ綺麗。もうこんな時間だけどようやくこのサインまでたどり着いた。グレートオーシャンロード。西日が眩しい。今日本当に車がそんな多くなくてちょっといいかも。ああ、坂死ぬかと思った。なんか終わりそう。ああ、綺麗じゃん。左はすぐ海。綺麗すぎる。何もかもサンセットタイムですね。
没後に目標のローンに到着して、ウォームシャワーズのホストに教えてもらっていた場所でテントを立てて、この日は眠りについた。おはようございます。今日は3日目です。朝日が超綺麗。マジで緊急事態かもしれないです。もうね、最悪なことが起こってる。荷台が、こうついてたんだけど、それがさ、なんかグラグラしてて、何かと思ったら、これよ、これぽっきり折れてんの、ネジが普通にさ、ネジが外れただけならさ、全然いけるんだけど、締め直せればいいから、この場合はどうしたらいいんやろ、マジで。うわー、マジ重い荷物の弊害がかなり。ここに来てまだ2日目なのに、3日目か。いやー、どうしよう、本当に人に頼るしかないよね、俺多分。一旦トイレ行きます。いやー、マジでね、もうね、拉致が開かないんで人になんか工具かなんかをね、持ってないから、ちょっと引きに行きたいと思います。やばすぎ。一応2人の人にちょっと声かけてみたんだけど、ここからね、ローンまでそんなにないから、あとね 500m とかそんぐらいだから、なんかハードウェアストアがあるみたいなんで、そこでね、なんかツールとか、買うかなんか手伝ってもらった方がいいんじゃないっていう風に言われたんで、ちょっとねそうしようかなと思います。はい、ここにいてもね、偶然ツールを持ってる人が通りかかることは、ね、ないから、だからちょっとね、荷物はね置いといて、ここに必要な貴重品だけ持ってさ、ローンのハードウェアストアまで行って、どうなるかちょっとねやってみたいと思います。はい、なんとこのローンのね、このお店でね、店員さんが優しすぎた。ドリルで掘って、でなんかペンチみたいなので、ね、つまみ出してくれました。自転車旅での自転車トラブルは予想していたけれど、こんなにも早く起こるとは思ってなかったし、こんなにも人の優しさに触れられるとも思ってなかった。はい、ということでね、無事に戻ってきて治りましたね。はい、よかったよかった。荷物もねちゃんとねトイレの脇に置いてあって、はい、治ってます。いや、もう絶対ね、荷物を減らした方が自分もね、自転車漕ぐときにかなり楽になるし、荷台にもね負担かけないし、このグレートオーシャンロード終わってからかな、終わったら考え直します。ちょっとね、学びの期間ですね、これはよし、じゃあ今日も出発です。雨が降っております。天気はどんよりで、アップダウンは変わらず多いけれど、トラブルを乗り越えた喜びからか、ペダルは軽い。しんどいけど、隣はすごく綺麗だ。残っている。まだまだいける。しんどい。見て、グレートオーシャンロードの海のさ、ポテンシャルがやばい。今日曇りなのにめっちゃ綺麗なんだけど、これ晴れたら超綺麗なんじゃね。雨降ってるんだよ、これやばない。ほらほら、遮るものが何もない。
このグレートオーシャンロードで雨が本格的に降り始めました。やばい、べちょべちょだよ。でも次の町まで行かないと多分ないわ。雨宿りするところがない。ちょっと明るくなってきたか。ケネットリバーってとこにね来たんですけど、ここでねコアラがね一番見えやすいっていうところらしいんで、野生のねコアラロードみたいなのがあるんですよ。グレイリバーロードかなっていうのをちょっとね登っていってみたいと思います。はい、運がいいとねもうその入り口のすぐそこの、木のところで見れるらしいんですけど、3日前はねそこにいたらしいんですよ。はい、見れるかな。はい、あんま天気も良くないんでねどうなんでしょうね。はい、とりあえずね行ってみたいと思います。しんどい。すごい坂でずっともう途中でね荷物を下ろしてきたよ。木の茂みに隠してきた。だけどもう全然コアラもいないし、ちょっともう限界かな。諦めて帰ろうかなって感じ。はい、またの機会に見れたらいいなって感じです。はい、こういうとこにいんのかな。カフェで少し休憩して再び道路に戻った。ちょっと晴れてさめっちゃすごいんだけど、また左側はこんな感じでございます。最高だ、気持ちいい。コアラは見えなかったけれど、最高に綺麗な海を横目にこの日はアポロベイまで自転車を漕いだ。アポロベイではこの度初めてキャンプ場で泊まることにした。キャンプ場到着しました。今日のキャンプ場セッティングが終わって、ここからちょっとねシャワー浴びます。はい、1日ぶりのシャワー。昨日は浴びれなかったんでね。はい、おはようございます。今はね6時半ぐらいかな。はい、今日はねウォームシャワーズまたね、お世話になることになってるんで、プリンスタウンってとこまでねだいたい80キロそこにね行って、有名なね12アポストルスかながあるんで、そこでね夕日を見るのが今日の目標です。はい、ということで今日も一日頑張ります。4日目にして初めての晴天スタート。多分ねこれから内陸の道に行くんで、しばらく海とは別れ、さらばしばしの別れ。
この日はグレートオットウェイという国立公園を通る山道を走った。綺麗。こういうさ道端のさ黄色い花たち、多分車でこんな感じで通り過ぎたら気づくことができないんだろうね。いやこういうちっちゃいのにも綺麗だなって感じるのは自転車旅のいいところかも。登ってます。でも海よりもやっぱりこういう山の中の方がなんか落ち着くっちゃ落ち着くかもな。気持ちいい。なんか空気が綺麗な気がする。いい感じいい感じ。この日一つ目の大きな山を越えると、広い緑の綺麗な場所に出た。見てこれ、すごい綺麗。なんかさ、でも正直生まれ育った岐阜の田舎とね、この道の感じとかさ、あんまり変わらないかもしれないんだけど、ただ広いは広いんだけどね、こうやって一度しか来ないって思うところをさ走っててさ、今しかないって思うだけでかなりさ見え方が違ってくるしさ、すごい感動するっていう。だからあれだよね、本当に日本にいる時とか日常生活でも今この瞬間を大事にするだけで見え方がかなり変わってくるのかもしれない。っていうのをね感じました。はい。素晴らしい。いやまだね坂の途中なんだけど、見てこの坂、これをこれから登っていきます。多分登りきった。しんどい。多分平均速度5キロぐらい、時速5キロ。しんどかった。今日一日しんどかった。長かった。もうさすがにこれ以上はないでしょ今日。と言いつつあとね40キロあるんだけど大丈夫かな。上りの後はいつも下りというご褒美が待っている。そしてこの時はもう一つこんなご褒美まで。イエーイ、コアラ見ちゃった。ちょっと一つの目標達成です。ここにいるんだけどね。めっちゃ嬉しい。昨日の有名なとこでは見れなかったけど、こんな普通のとこで見れるなんて気にしてみるもんですね。いやー満足。マジで Google マップマジ殺す。見て、この道を行けって言うんだよ。無理すぎ、マジで無理すぎ。サイクリングの通る道じゃねえし、もうまた戻らんといかん。すごい勢いでさ降りてきたからさ、多分それ全部また登らなきゃいけない、同じ標高。しんど。3時半とかに着く予定やったけど、多分それは無理だろう。Google マップはダメっすね。サイクリング用のマップを、アプリかなんかをダウンロードしないといけないっすね。
あれを登れる気がしないわ。7時8時とかになるかもしれん、この疲れ具合からいくと。自転車旅は時に限界突破する精神力も必要だと知った。この下ってきたからこそ分かる絶望感続いておる。はあ、しんど。はい、なんとか戻ってきました、さっきのとこまで。はい、いやー、ちょっとね取り乱しましたけど、この道行ってなかったらコアラ見えてなかったし、どんなね回り道もちゃんと意味があるってことですね。もうね、なんか Google マップとか違う道とか指示してくるんだけど、このね B100 っていうグレートオーシャンロードをね、もうかたくなに外れないようにします。じゃないとね、ああいう変なところに連れてかれるんで、はい、ここから多分あと 2,3 時間かかると思います。130キロ。よし、ようやく元通り。はい、というわけで無事に着きました。やばい、もうね7時半過ぎてる。だけど見て、今日泊まる場所、ここウォームシャワーズのね場所なんだけど、この日は8時間弱を自転車の上で過ごして疲労困憊。でもウォームシャワーズのホストの最高級のおもてなしで締めくくられて、最高に幸せな気分で眠りについた。いやー、疲れた。おやすみなさい。モーニングウォース。最終日であるこの日は朝9時過ぎにプリンスタウンを出た。そしてグレートオーシャンロード一番の見どころである海岸沿いの自然が作り出した巨大な岩々のアート群を巡った。ゴー。すべて見終わったので、これからねワナンブールステーションまで向かいたいと思います。見たところね、ちょっとねビハインドですね思ってたより時間かかっちゃって、30分ぐらい前に今のところ着くっていう予定で出てますね。時間では道さえ間違えなければ多分その風に着けるんじゃないかと。昨日と違ってね、ほとんどフラットな道が続いてるんで、はい、この調子でいけばまだ足も大丈夫だし出ると思います。楽しんでいきたいと思います。最後のグレートオーシャンロードね。よっしゃ。ついにやってきました。ワナンブー。ついにあと1キロを切りました。ワナンブールステーション。一番今日が距離的には長いのかも。やったー。
日間での総走行距離は 359km。 オーストラリアでの初自転車旅は予期せぬトラブルもあったけれど、そこから学べたこともあったし、最後の電車を逃したことを除けば無事に予定通り走り切ることができたことが自信になった。そして何よりも自転車旅を選んだからこそ出会えた景色があって、動物や人たちがいて、その経験がこの後のブリスベンまでの旅へのモチベーションとなった。僕が自転車旅を本当の意味で好きになれた場所、それがグレートオーシャンロードだ。無事にね、次の日の朝の一番の電車でね、自転車と一緒に乗っていけそうなので、とりあえず良かったです。